続いては40位から31位を見ていきたいと思います。40位、ズーリングというお店です。こちらはですね、ドイツの伝統料理ですね。庶民的な伝統料理だったりっていうのをファインダイニングに昇華させているお店なんですね。じゃあドイツにあるかというと、ドイツではなくてタイのバンコクにあるお店なんです。さっきもちょっとお話ししましたけども、ドイツっていうのはなかなかそのファインダイニングっていう意味では難しい土地でして、私が聞いてる限りなんで、ドイツ人の方です。違うよという方がいらっしゃるかもしれないですけども、ドイツ人にとってですね、ファインダイニングというとやはりそのフランス料理だったりとか、外国の料理が主になっていくんですね。自分たちのドイツ料理っていうと、郷土料理であって、それは庶民的な環境で食べるものであって、ドイツ料理ならではのファインダイニングっていうのは基本存在しないというのが現状というふうにそのドイツ人のシェフから聞いたりもします。そんな中でですね、さっき、取り上げたお店ですね、この45位に入っているノーベルハートとかだと、そのドイツならではのファインダイニングというものを、作り出そうとしている。そのドイツならではというのは食材という意味でですね、作り出そうとしているというふうに言えると思うんですが、一方でこのズーリングはドイツのそういう郷土料理、伝統料理を再構築したもので、ドイツのファインダイニングというのを新たに定義しているというふうに言えるかと思います。そしてこのお店がですね、ドイツではなくて、タイのバンコクにあるというのもある意味意義深いことだと思ってまして、バンコクというのはですね、どちらかというと世界の中でも非常に国際的な都市でして、特にエクスパットと言われるような、もともとタイ出身ではない外国人の人が仕事とかいろんな理由で、バンコクに住んでいると。このエクスパットと言われる在留外国人が多いというのが、バンコクの特徴なんですね。で、そういう方というのは比較的国際的な方が多くて、で、料理においてもですね、新しいものであるとか、そういうものを受け入れやすい土壌というのがあるのかなというふうに思っています。なのでですね、アジアのベストレストランで、常に上位に、今まで入ってきたガガン・アナンドさんの、お店、これもインドのイノベーティブと。インド本国においてですね、なかなかイノベーティブな料理というのを成り立たせるのが難しい中で、バンコクという土地でエクスパットに支持される形でインドのイノベーティブが確立されたと。で、このズーリングは、ドイツ本国で、じゃあ伝統料理、郷土料理ってやってしまうとですね、これをイノベーティブにしましたと言っても、なかなか支持されるのは難しいという中で、このタイのバンコクという場所で、郷土料理、伝統料理に基づいたドイツ料理というものをファインダイニングに昇華させることに成功したという意味でですね、すごく意義深いというかですね、そのバンコクという場所の懐の深さであるとか、レストランカルチャーへの貢献というのが、大きいということを示しているのではないかなというふうに思います。ここで初めて日本のレストランが入ってきます。青山にある、フロリレージュさんですね。神宮前ですかね、住所で言うと。こちらがですね、今回、ようやくランクインしました。フロリレージュはですね、この世界のベストレストラン50の姉妹版であるアジアのベストレストラン。こちらではですね、もう常連というか上位に入っている店なんですけども、世界のベストレストランで、今回初めて、39位で、ランクインしました。ご存知の方も、日本に住んでいらっしゃる方だったら多いかもしれませんが、川手シェフというシェフがですね、やってらっしゃるお店で、カウンターが中心のお店なんですね。キッチンを取り囲むようにカウンターがあって、すごくライブ感のあるお店です。そしてですね、多分日本でそのサステナビリティということをテーマとして取り上げた、最初のいくつかのお店の一つではないかなというふうに思います。一番その川津シェフが有名になった料理としてはですね、経産牛、つまり、お産をしたことがあるメス牛をですね、再肥育して美味しくしたもの。でこれを使った料理を、コースに組み入れている。これで多分有名になったのかなというふうに思います。なかなかですね、今まで食材として見向きされなかった経産牛。これがですね、その川手シェフが料理に取り入れたりということもあってですね、食材として見直されて、今では経産牛を使うお店というのはかなり増えてきていると思うんですけども、その流れを作ったお店と言ってもいいんじゃないかなと
いうふうに思います。で、後ほどランキングでも登場するかと思いますけども、同じ神宮前にあるデンというお店がありまして、でこちらの長谷川シェフと、こちらフロリエージュの川手シェフがすごく仲良しで、そういう意味では2人で、料理のジャンルは違うんですけども、ある意味タッグを組みつつ、いい意味でのライバル関係というのもあって、世界のレストランシーンでの存在感というのを増してきたのかなというふうに考えています。この39位のフロリエージュなんですけども、いくつかですね、姉妹店があるんですね。で、こちらについても取り上げたいと思います。まず一つはですね、台北にあるロジーっていうお店でして、でこちらは、フロリエージュにいた、若いシェフが今、台北で頑張っています。現地の台北のですね、台湾のミシュランでもですね、2つ星を獲得したりとかですね、非常に高評価を受けていまして、アジアのベストレストランにもランクインするということで、こちらのレストランは本当になんと言いますか、いわゆる視点的な意味でですね、日本と同じ料理を提供するというよりは、もう現地のシェフがですね、その台湾の食材を使ったり、食文化に触れたりしながらも、全く違う料理を作り上げているということで、非常に注目されているお店になります。もう一店舗がですね、沖縄にあるシルーというお店です。こちらはですね、恩納村にあるハレクラニっていう、有名なリゾートがあるんですけども、こちらのメインダイニングで、そして川手シェフがプロデュースしているお店ということになります。沖縄にあるレストランということで、沖縄の食文化だったりとか食材、例えば海蛇とかだったりですね、こういうものをですね、取り入れているイノベーティブ料理をやってまして、こちら、何回か私も訪れたんですけども、非常に意欲的な料理をやっています。続いてはですね、38位のボラゴですね。この38位のボラゴですけども、今回、サステナブルレストラン賞というのを、受賞しています。私が訪れたのはですね、もう5年ちょっと前になりますかね。チリというのはですね、皆さんご存知の通り、非常に細長くてですね、幅っていうんですかね、東西はすごく狭いんですけども、南北にすごく長いんですね。なので、気温もそうですし、標高もそうですし、いろんな場所があるんですね。で、このボラゴのシェフと話した時にシェフが言ってたんですけども、チリっていうのはなかなか今までですね、自分たちの、本当に多種多様な、生態系であるとかですね、チリという土地と必ずしも向き合ってこなかったと。どちらかというと、そのヨーロッパからの移民が多いので、ヨーロッパへのつながりというのを重視する傾向が昔は強かったと。だけど当然ですね、そのヨーロッパの、ヨーロッパ人が来る前から住んでいる、方々もいらっしゃいますし、あとはそのチリという土地自体、そういう昔からある土壌であるとか、あとは文化ですね。こういうものを見直そうという流れが、この10年ぐらいですね、すごく強まってきていると。その中においての、レストランという位置づけだと、伺いました。つまり、そのチリ人ですらまだ知らないようなですね、チリのいろんな、土壌だったりとか、作物だったりとか、あとは伝統文化ですね。で、こういうものを、料理に盛り込むと。そのためにですね、専属のリサーチャーというかですね、チリ中を飛び回って、そういうものを発掘する方もいたりとか、非常に意欲的な料理を行っている店ですね。続いては37位にランクインしたシングルスレッドです。こちらのお店のシェフは、カイルさんっていうんですけども、カイルはですね、実は日本にすごく縁があるシェフでして、北海道にあったミッシェル・ブラス・トーヤですね、こちらで、修行をしたことがある方なんですね。で、その当時、日本のリベルビソンスの名前シェフとも同僚だったということで交流があるそうです。で、私もですね、このシングルスレッドを伺ったことがあるんですけども、アメリカ・サンフランシスコ郊外のナパバレーですね、の、ヒールズバーグっていう街にあるレストランでして、で、オーベルジュになってます。で、この宿もですね、めちゃめちゃかっこよくて、で、カイルに聞いたところ、その一つのコンセプトとして旅館を意識していると。で、和というよりはもちろん洋の建築なんですけども、お部屋もすごく、お風呂が、湯船がですね、結構でかくてかっこよかったりとかですね。あと、アメニティもですね、旅館ぐらいに充実しているというかですね、いろんなものが揃ってたりとか、するということでですね、素晴らしい、オーベルジュになっています。料理もですね、そのカイルが、日本に長くいたということもあって、日本の影響を、かなり取り入れた料理になっています。プレゼンテーションもですね、それこそ盆栽を思わせるような、美しいものがあったりとかっていうのもするんですけども、調味料も含めて、
日本の、要素というのをたくさん取り入れてます。で、やっぱり私は日本人なので、海外に行って日本の要素をたくさん取り入れてるお店っていうとですね、なかなか正直、いろいろ気になるところが多かったりとかして、100% 楽しめないことが多いんですね。でも、このカイルは本当に日本のことを熟知していて、日本人が食べてもそういう意味では違和感を感じない日本の要素を取り入れたフュージョン的な意味でのイノベーティブ料理になっています。もう一つ素晴らしいのが、奥様がですね、畑のそういう意味ではマネージャーというかですね、農園の管理を行ってらっしゃって、で、奥様が育てた、農作物をレストランで旦那さんが提供するということでですね、で、この二人の、この組み合わせ、ペアがですね、すごく素晴らしいなというふうに思っています。やっぱりカリフォルニア料理の流れというか、カリフォルニアはやっぱり近い場所で、自分たちで野菜とかを作って、それを提供するというのはですね、昔からのカリフォルニア料理の流れであるんですけども、その流れを継ぎつつ、その日本の要素というのをですね、日本人が食べても違和感のないインパクトのものを取り入れているというところで、かなりユニークな一軒になるかなというふうに思います。ディナーはですね、そういう意味では、イノベーティブなコースなんですけども、翌日泊まった翌朝の朝食はですね、和定食みたいな和朝食がありまして、でこちらはより日本食が強いものになります。それこそおひたしとかもできたりするんですけども、おひたしも、調理としては料理としては日本なんですけども、使ってる食材がカリフォルニアの野菜。つまりカリフォルニアが、日本の一部だったらこんな料理が出てくるだろうなっていうものが提供されるんですね。なのですごく日本人にとっても楽しめるし、日本の料理、日本に興味がある、欧米の方も含めて皆さん世界中の方に楽しんでいただける店なのではないかなというふうに思っています。続いては34位のバーントエンズです。こちらのお店はですね、シンガポールにあるんですけども、巻き焼きを中心とした料理を、提供しています。巻き焼きというとですね、こちら世界のベストレストラン50でも常連になっているアサドール・エチェバリというお店があるんですが、こちらで修行したシェフがやっているお店なんですね。で、このお店にもですね、私数年前に伺ったことあるんですけども、この巻き焼きというコンセプト、日本でも最近すごく、ブームになっています。巻きというのはですね、なかなか難しい、火力の調整も含めて難しいものもあるんですけども、やはり料理人にとってすごく、チャレンジ精神をかき立てられる、調理法なのかなというふうに思います。で、うまく薪で調理したものというのはですね、やはりしっとり火が入っていて、香りも、ついていて、燻香も含めてですね、すごく美味しい料理だったりもするんですね。で、このアサドール・エチェバリと、じゃあ同じことをですね、シンガポールでやったらうまくいくかというと、当然そうではないわけです。そのアサドール・エチェバリがあるスペインのバスク地方というのは、食材が本当に世界でも有数に豊富なところでして、かつそのバスク以外でも、じゃあカタルーニャ、バルセロナ側ですね、あっち側の地中海の食材とかもスペインだと手に入るし、じゃああと西にあるガリシアですね、あっちの方の、魚介も手に入れることができるということで、スペインの豊かな魚介、あとはその山の幸もそうですし、そういうものをですね、フルに活用した料理なんですね。なので、じゃあシンガポール、対してどうかというと、地元で手に入る食材というのは、最近増えてはきてますけども、まだ比較的限られているという中で、輸入の食材にある程度依存するところというのは当然あるわけです。そうすると、同じことをやっても、勝負にならないわけですね。なので、巻き焼きということをフィーチャーして、当然食材にシンプルに、薪で火を入れるということはやりつつもですね、そこにいかに足し算をして、そのスペインにはない要素をうまく加えていってですね、料理として成立させるかというところでですね、非常にシェフが長けているというかですね、またアサドール・エチェバリで食べるのとは違う完成度の高さというのを感じさせるレストランになっています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。